ご理解第45節。世に三宝様踏むな、三宝様踏むと目がつぶれるというが、三宝様は実るほどかがむ。人間は身代ができたり先生と言われるようになると頭を下げることを忘れる。神信心して身に徳がつくほどかがんで通れ。とかく出る釘は打たれる。よく頭を打つというが、天で頭を打つのが一番恐ろしい。天は高いから頭を打つことはあるまいと思うけれど、大声で叱ったり手を振り上げたりすることはないが、油断をすな。慢心が出るとおかげを取り外すぞ。信心は本心の玉を磨くものと知れ。ありがたい心も育ってくる。真心も見えてくる。おごる心も影を潜める。おかげは嫌でもついてくる。昨日はウェブサイトであるニュースを記事を読んでおりましたら、地図ですね。スマホの地図アプリがありますが、iPhone の地図アプリが改良された。随分良くなったと書いてありました。それで私もどれほど良くなったのだろうかと試しに使ってみました。驚くほど改良されておりました。もう十何年前でしょうか。最初は Yahoo の地図をパソコンで使っておりました。それをプリントアウトして使って持って行って場所を探すというようなことでしたね。それからさらに Google の地図の方が格段に良くなりました。ストリートビューですか。その周りの写真も出るようになりました。この度はその Apple の地図アプリにもそのストリートビューという表現は違いますけれども、同じように周りの景色が写真で表示されるようになっておりました。また小さな家ですか、それぞれの家も何かしらそれらしい形で表示されるようになっておりました。私どもが住んでおります近所にある小さなお店の名前まで一つ一つ付けられておりました。これは Google さんの地図にはありませんね。随分良くなったものだなと思いました。それこそもう3、4年前でしょうか。iPhone が Apple 独自の地図を採用しました。それまでは Google の地図でしたが、Apple が自ら地図を手掛けるようになったのですね。その当時3、4年前はもう正直言って使い物になりませんでした。例えば水の中ですか、海の中にどこかの町の名前が表示されたりとか、そういうとんでもないところを表示するといったような、ある意味これじゃあ使い物にならないなというような感じでした。ところがこの3、4年の間にそれこそ追いつけ追い越せですか。それでもうある点に関しては Google さんの地図アプリをこれは超えているなと思われるところもあります。その例えば一つ一つのストリートの写真が表示される。これなどは全部その通りを車の天井にカメラをつけて車を走らせて一つ一つ一枚一枚写真を撮っていくわけですね。
膨大なデータの積み重ね、ここまで来るのに3、4年かかったということですね。やっと初めてそのストリートの写真が公開できるようになった。そのデータを蓄積するためには、それこそ多大な努力というのでしょうか。いわば信心で言えば、それこそ精進努力が入ったのだろうな、その賜物だろうなと。改良に改良を続けてのデータを集めに集めての結果としてあるわけですからね。大変な努力がそこにはなされたことであろうなと思わせていただいておりました。そうしましたら、今朝いただきますことは、生き神への道といただいたのですね。それと地図アプリとは関係ありませんけれども、新中記念の時に生き神への道といただきました。道ですから、地図といえば地図と関係があるのかもしれませんけれども、とても人間が、私どもが生き神になるとか神になるとか思いもつきませんね。生き神への道、どれほど遠いその道のりがあるのやら、果たしてどうしたらその生き神になれるのやら、全く見当もつきません。けれどもこの道は生き神への道だと、そこを目指せということだと思いますね。そして初めて、なるほど、もう3、4年前の iPhone に Apple の地図が突き出した頃はとても使い物になれなかった。それがこの3、4年の間にデータを蓄積し改良され、むしろ Google の地図を超えているのではないかと思えるほどのことができている。いわゆるその間の精進努力の積み重ねによって、ある意味とてもダメだろうというようなものが使い物になった。いや、もっとより良いものができているかもしれない。その精進努力の積み重ねによっては生き神へもなれるかもしれないというものを神様が教えてくださったように思いますね。その目指すところは生き神だと、生き神への道だと。追いつき追い越せではありませんけれども、今すぐにできるとは思えませんけれども、それこそその精進努力の積み重ねによってはそこへ到達することができるのだと。それをある意味 iPhone ですか、 iPhone の Apple の地図アプリによって神様がお示しくださったような感じがいたしますね。ではその生き神への道をどうやってたどるのか。それはもう師匠が教えてくださる成り行きの一つ一つを尊び大切にさせていただく。それが生き神への道だということですね。すぐに到達できるとは思いませんけれども、Apple の iPhone の地図が Google の地図を追い越したように、日々の精進努力の積み重ねによっては生き神にもなることができる。そしてまた
生き神としての働きを表すことができるようになるのだと、神様がお諭しくださったように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。